皆さん、こんにちは。森です。皆さん、今日の調子はどうですか？今日は夏に初めて富士山に登った経験について聞いていきます。もし JLPTN 語の日本語を聞く練習をしているなら、この動画はゆっくり見やすい内容です。また、日本の山や夏の旅行に興味がある人にも、きっと楽しく聞けると思います。この話の中には、N 語でよく使う言葉や、毎日の会話で使える文の形が出てきます。例えば、行きます、見ます、食べます、暑いです、寒いです、疲れました、などです。文の形では、ました、たいです、からです、でもいいです、などを聞いていきます。言葉だけではなく、どんな場面で使うのかも話の中で聞いてみましょう。今日のお客様は、初めて富士山に登った時のことを話してくださる小林さんです。小林さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小林です。今日は私の初めての富士山の話をします。初めての富士山はドキドキしましたか？はい、とてもドキドキしました。でも、とても楽しみでした。今日は出発の前から山の上で見た景色まで順番に聞いていきます。皆さんも自分が富士山にいる気持ちで聞いてみてください。では、ゆっくり始めましょう。小林さんはどうして富士山に登りたいと思いましたか？子供の時から富士山を一度見てみたいと思っていました。でも、見るだけではなく、いつか登ってみたいとも思っていました。日本でとても有名な山ですからね。はい。写真では何度も見ました。でも、自分の足で登りたいと思いました。一人で行きましたか？それとも誰かと行きましたか？友達2人と行きました。初めてだったので、一人では少し不安でした。初めての山は友達と行くと安心ですね。そうですね。わからないことが多かったので、一緒に行けてよかったです。行く前にどんな準備をしましたか？まず、天気を見ました。それから、服と靴を準備しました。水と食べ物も買いました。山では水がとても大切です。N 語の言葉でも準備の話ができますね。はい。水、服、靴、食べ物、時間。全部とても大切でした。夏の富士山は暑いですか？下は暑いです。でも、上は寒いです。これにびっくりしました。同じ夏でも場所で全然違うんですね。はい。だから、上に着る服も持って行きました。富士山へはどうやって行きましたか？朝早く電車に乗りました。それからバスに乗りました。バスの中から、だんだん富士山が大きく見えてきました。その時はどんな気持ちでしたか？嬉しかったです。でも、少し怖かったです。写真で見た山が目の前にありました。バスを降りた時、何をしましたか？まず、トイレに行きました。それから、水をもう一度確認しました。
友達も靴やカバンを確認していました。登る前の確認は大切ですね。はい。山に入ってから忘れ物に気づくと大変です。登山口はどんな場所でしたか？人がたくさんいました。日本人も外国人もいました。店もありました。食べ物や飲み物を買う人が多かったです。賑やかな場所から登り始めたんですね。そうです。最初は山というより旅行の場所みたいでした。登り始めたとき、体はどうでしたか？最初は元気でした。道もまだ歩きやすかったです。でも、少しずつ息が上がってきました。ここから山の大変さが始まったんですね。登っているとき、何を見ましたか？下を見ると、蝶が小さく見えました。上を見ると、道がまだ長く続いていました。空は青くて、とても綺麗でした。綺麗だけど、まだ先が長いんですね。はい。その時、ゆっくり歩こうと思いました。早く登りたいと思いませんでしたか？少し思いました。でも、早く歩くとすぐ疲れます。友達も、ゆっくり行こうと言いました。N 語でも、ゆっくり行きましょう、という文は使いやすいですね。はい。山では、とても大切な言葉でした。休みながら登りましたか？はい。少し歩いて、少し休みました。水を飲んで、景色を見て、また歩きました。休みながらという形もわかりやすいですね。そうですね。話しながら歩きます。休みながら登ります。N 語でも使えます。途中で食べ物を食べましたか？はい。小さいパンとチョコを食べました。山で食べるパンはいつもより美味しかったです。疲れている時の食べ物は特別ですね。本当にそうです。小さいチョコでも元気が出ました。天気はずっと良かったですか？朝は良かったです。でも、午後は少し雲が出ました。山の天気はすぐ変わると聞いていました。それを知っているだけでも少し安心ですね。はい。だから、雨の服もカバンに入れていました。雨は降りましたか？少しだけ降りました。でも、すぐ止みました。その時、雨の服を持っていてよかったと思いました。持っていてよかったという表現もよく使いますね。はい。水を持っていてよかった。友達と来てよかった。いろいろ使えます。登っているとき、怖いと思ったことはありますか？少しありました。道が狭いところでは、ゆっくり歩きました。下を見すぎると、少し怖くなりました。そういうときは、無理をしないことが大切ですね。はい。山では、早く行くことより、安全が大切です。ここまで聞いている皆さんはどうですか？皆さんは夏の富士山に登ってみたいですか？もし行くなら友達と行きたいですか？それとも家族と行きたいですか？
初めてなら、一人より誰かと行く方が安心だと思います。話を聞くと、準備と安全が本当に大切だとわかりますね。上の方へ行くと何が変わりましたか？まず、空気が少し冷たくなりました。それから、道が少し歩きにくくなりました。石が多くて、足をよく見ながら歩きました。下の道とはかなり違うんですね。はい。最初は楽でしたが、上に行くと大変になりました。その時、友達とはどんな話をしましたか？大丈夫、とか、少し休もう、とか、短い言葉が多かったです。長い話をする元気は、あまりありませんでした。山では短い日本語も大切ですね。はい。大丈夫ですか？水を飲みますか？休みましょう。こういう文です。富士山ではどんな人に会いましたか？若い人も、年上の人もいました。外国から来た人もいました。みんな同じ山を登っているので、少し近い感じがしました。同じ目標があると知らない人でも近く感じますね。そうですね。こんにちは、というだけで少し元気になりました。外国の人とも話しましたか？少しだけ話しました。日本語と英語を少し使いました。難しい話ではなく、暑いですね、綺麗ですね、ぐらいです。短い言葉でも気持ちは伝わりますね。はい。山では言葉が少なくても笑うだけで通じる時がありました。上に行くほど体はどうなりましたか？足が重くなりました。息も少し苦しくなりました。だから、友達と何度も泊まりました。止まることも登るために必要なんですね。はい。休むことは前に進むために大切でした。山の上で夜を過ごしましたか？はい。山小屋に泊まりました。山小屋は人が多くて、少し狭かったです。でも山の上で休める場所があるのは安心ですね。本当にそうです。温かいご飯も食べることができました。山小屋で何を食べましたか？カレーを食べました。とても美味しかったです。疲れていたので、いつもより美味しく感じました。富士山で食べるカレーはきっと特別ですね。はい。今でもよく覚えています。夜はよく眠れましたか？あまり眠れませんでした。人が多くて、少し緊張していました。それに、明日の朝早く起きると思うと、ドキドキしました。ご来光を見るためですね。はい。富士山でご来光を見たいと思っていました。何時頃に起きましたか？夜中の2時頃に起きました。外はとても寒かったです。夏なのに、上着を着ないと寒かったです。下は暑くて上は寒い。富士山らしいですね。はい。体がびっくりしました。暗い道を歩くのは怖くなかったですか？少し怖かったです。ライトをつけて、ゆっくり歩きました。
前の人の足元を見ながら少しずつ進みました。夜の山は昼と全然違いますね。はい。音も少なくて、空がとても近く見えました。ご来光を見たとき、どう思いましたか？言葉が出ませんでした。空の色が少しずつ変わりました。赤い色が出て、周りの人も静かになりました。本当に来てよかったと思いました。その景色は忘れにくそうですね。はい。今でも目を閉じると、その朝を思い出します。皆さんは富士山の上から朝日を見てみたいですか？もし見たらどんな気持ちになると思いますか？私は嬉しい気持ちと少し静かな気持ちになりました。山を降りるときはどうでしたか？降りる時も大変でした。足がとても疲れていました。登る時より降りる時の方が足に力が入りました。降りる方が楽だと思ってしまいそうです。私もそう思っていました。でも、実は降りる時も気をつけなければなりません。どんなことに気をつけましたか？小さい石です。滑りやすい場所がありました。だから、前だけではなく、足元をよく見ました。最後まで気をつけることが大切ですね。はい。山は上に着いたら終わりではありません。降りて、バスに乗るまでが登山だと思いました。降りた後、何をしましたか？まず、水を飲みました。それから、友達と写真を見ました。みんな顔が疲れていました。でも、笑っていました。いい疲れという感じですね。そうです。体は疲れましたが、心は元気でした。初めての富士山で一番学んだことは何ですか？ゆっくりでも、止まらないことです。早く行こうとすると、すぐ疲れます。でも、少しずつ歩くと、いつか上に着きます。日本語の勉強にも似ていますね。本当にそう思います。毎日少し聞くことが大切だと思います。N 語の勉強をしている人へ何か言いたいことはありますか？全部分からなくても大丈夫です。今日わかる言葉を一つだけでも持って帰ってください。一つだけでも続けると力になりますね。はい。山も日本語も一歩ずつだと思います。また富士山に登りたいですか？はい。また登りたいです。でも、次はもっとよく準備したいです。2回目ならまた違う景色が見えるかもしれませんね。そうですね。今度はもっとゆっくり景色を見たいです。これから富士山に行きたい人に何を伝えたいですか？まず、よく準備してください。水、服、靴はとても大切です。そして、無理をしないでください。ゆっくりでも大丈夫です。山の天気も、出発前に見た方がいいです。綺麗な景色を見るためにも安全が大切ですね。はい。安全に帰ることまでが、いい登山だと思います。降りた後、宙に戻った時はどんな気持ちでしたか？
少し安心しました。バスを見たとき、帰れるんだと思いました。でも、すぐに帰りたい気持ちだけではありませんでした。もう少し富士山を見ていたい気持ちもありました。大変だったのに、まだ見ていたいと思ったんですね。はい。近くで見る富士山は、写真よりずっと大きかったです。帰りのバスでは眠りましたか？はい。すぐ眠ってしまいました。体がとても疲れていたからです。友達も静かでした。みんな同じように疲れていました。帰り道の静かさも思い出になりそうです。そうですね。話す元気はありませんでしたが、いい時間でした。家に帰ってからまず何をしましたか？まず、お風呂に入りました。それから、長く寝ました。次の日、足が少し痛かったです。体で富士山を覚えていた感じですね。本当にそうです。階段を降りるときも、足が痛かったです。その後、写真を見返しましたか？はい。何度も見ました。ご来光の写真は、今でも大切にしています。写真を見ると、その時の寒さや風も思い出します。写真だけではなく、体の記憶も戻ってくるんですね。はい。だから、行ってよかったと今でも思います。この経験の後、山を見る気持ちは変わりましたか？変わりました。前より、山を近く感じるようになりました。テレビで富士山を見ると、あの日を思い出します。一度登ると、見方も変わるんですね。はい。前は有名な山でした。今は、自分の思い出の山です。皆さんは、どんな場所に自分の思い出がありますか？山でも、海でも、ジョズでも、思い出がある場所は特別ですね。そう思います。場所は同じでも、人によって意味が変わります。富士山も、小林さんにとって特別な場所になったんですね。はい。初めて登った山として、ずっと覚えていると思います。富士山に行く前と後で自分に変化はありましたか？少しだけ自信がつきました。最後まで歩けたからです。小さい自信ですが、私には大切でした。小さい自信が次の挑戦につながることもありますね。はい。富士山の後、他の山にも少し興味が出ました。でも、また山に行くなら何を変えたいですか？荷物を少し軽くしたいです。初めてで、いろいろ持ちすぎました。でも、水と上着は、絶対に持っていきたいです。少なくするものと必ず持つものを考えるんですね。そうです。準備は多ければいい、というわけではありません。自分に必要なものを考えることが大切です。これは山だけではなく、勉強にも使える考え方ですね。はい。たくさんやるより、今日必要なことをするのが大切だと思います。今日必要なことを一つずつするということですね。皆さん、今日の話はどうでしたか？初めて富士山に登る話の中で、準備、天気、水、服、休み方が大切だとわかりました。
今日出てきた言葉では、山、道、水、服、天気、足、休み、景色などが大切でした。文の形では、行きました、見ました、食べました、タイです、からです、でもいいです、などが出てきました。もし聞いていて、まだわかりにくい言葉や文の形があれば、コメントに書いてください。次の動画では、そういう言葉も少しずつ拾っていきます。富士山は大変でしたが、忘れられない経験になりました。ゆっくり歩けば、遠い場所にも少しずつ近づけます。日本語の勉強も同じですね。今日の一つの言葉を大切にしていきましょう。疲れているときは、短い部分だけでも聞き直してみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは次の日本語の時間でまた会いましょう。